どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年11号、ワンピース最新話、1040話、ガキの耳にも念仏を考察していきます。この1040話でも様々な仕掛けとつながりがあり、僕にとっては最高の回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いにネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1040話のスタートは引き続きビッグマムにダムドパンクを浴びせ続けるキット。これが1040話の話数の語呂合わせ一つ目、重宝でしょう。こちらは先週語呂合わせも内容も合致できました。ローが開けた穴に落とそうとするキットですが、ビッグマムは踏ん張っています。ここでビッグマムは魂への言葉、ソウルフォーカス、ライフ・オア・スレイブを発動。50年分の寿命をビッグマムに渡すか、生きてビッグマムの奴隷になるか、究極の選択を周りの海賊たちに恐怖で迫ります。これが1040話の話数の語呂合わせ2つ目、天の指令でしょう。これに怯えた者たちはビッグマムに魂を吸われます。しかしタイトル通り、キッドとロー最悪の世代にはビッグマムの魂の言葉、つまり念仏は聞きません。キッドは死に損ないのババアの念仏に今更どうビビれってんだよと返してダムドパンクを放ち続けます。これが1040話の話数の語呂合わせ3つ目、年寄りでしょう。こちらも先週語呂合わせできました。ここでローはお前の断末魔の叫びはさぞ耳障りだろうなと言い、リルーム、サイレントを発動。お前の影響で出る音は全て消えるの術。なんと、ローの恩人コラソンのなぎなぎの実の能力、カームとほぼ同じ効果を持つ技をビッグマムに仕掛けて、ビッグマムから出る音、念仏を消しました。ビッグマムの魂を奪う能力は確かに声を封じれば無効化できます。これが1040話の話数の語呂合わせ4つ目、ゼロを前につけて音がしないでしょうか。ハートのシンボルを持つコラソンとローとビッグマムがここで重なりました。ビッグマムの念仏を封印したため、周りの海賊団たちの魂は奪われません。しかしローをミザリーが襲いますが、ビッグマムの声がないと力が弱いのか、ミザリーはローに簡単に真っ二つに切られました。これが1040話の話数の語呂合わせ5つ目、凍傷でしょう。こちらも先週語呂合わせできました。そしてさらに同時にここでキッドが追撃をします。つまりOne More Time、ダムドパンクを追撃してビッグマムをローが開けた穴へ落とします。イングランド出身のパンクバンドダムドの最初のアルバムの放題は地獄に落ちた野郎どもです。しかも全身甘いクリームまみれでビッグマムっぽいです。再び奈落へ落ちるビッグマム、ホーミーズたちに助けを求めますが、その声はローの技サイレントでかき消されてしまいます。ビッグマムはこれまで872話でホールケーキで落下、930話で和の国の滝から落下、1004話で鬼ヶ島屋上から落下、何度も落下している落下さんみたいなおっかないおっかさんビッグマム。これが1040話の話数の語呂合わせ6つ目、トゥーフォールでしょう。この語呂合わせは先週動画を公開後2月7日にツイッターで予想して的中できました。トゥーフォールとは終わり、落下という意味です。音がしないまま落下するビッグマムはヤマトがいる地下の武器庫にまで到達。死に物狂いで手を伸ばしたのはヤマトが凍らした爆弾。これにより爆弾が一つ爆発。これが1040話の話数の語呂合わせ6つ目、凍傷のイメージでしょうか。ヤマトは他の爆弾が誘発しないように氷の壁を作って防ぎますが、爆風は火山棒に着弾。火山棒はこれにより小さく弱体化しました。小さくなった火山棒はまだ何かありそうな気配がありますが、ビッグマムとは全く関係ない勘十郎が生み出した黒住家の怨念、火山棒とビッグマムの関係を考えるなら、もしかするとホーミーズつながりでしょうか。ビッグマムの国トットランドで住民たちから魂を要求するビッグマムの分身黒いホーミーズたちは勘十郎の分身火山棒にそっくりです。そんな火山棒と爆弾が爆発したことで鬼ヶ島の下に大穴が開き、ビッグマムは引き続き奈落へ落ちていきます。ここでビッグマムはロジャーを思い出します。ロジャーが死に際に大海賊時代を生み出したせいで新世代のガキたちが名乗りを上げようと挑んできたんだとロジャーを恨みます。そう、まさにこれこそがロジャーの狙い通りでしょう。残り数秒、わずかに灯った命の火を奴は世界に燃え広がる豪華に変えた。うねり出す世界、五老星が保っていた均衡が破れる。俺は死なねえぜ相棒。受け継がれた意志、新世代が世界を変える。そして落ちゆくビッグマムはワンピースについても考えます。一つなぎの大砲ワンピースは存在するのか
そこには何があるのか、どこにあるのか、ワノ国にも何かがあるのか。自分の敗北を悟ったビッグマムは悔しさと怒りの中でローが開けた穴に落ちていきます。これが1040話の話数の語呂合わせ7つ目、0を前につけて落とし穴。ここでの0はその時形から穴と読みました。穴に落ちるビッグマムはまさにドボン。ドボンとはトランプゲームのドボンではなく麻雀用語のドボン、つまり箱点、飛び、0点以下になること、地中へ落ちるマイナス点。これは前回1039話のローのセリフからわかります。1039話でローは言い争うキッドに、牛の次はカバかゾウかと煽っていましたが、カバとはカバのスマイルドボンを表し、ゾウとはゾウのスマイルババ抜きのことでしょう。つまり次の1040話でビッグマムことババアがドボンしてババ抜きが完成する予言です。ローの予言通り、そしてホーキンスの今日のカードの予言通り、穴に落ちていくビッグマム。そしてビッグマムが落下地点に到達すると、その落下地点とはなんとマグマ。ビッグマムを倒せるのは母なる大地の心臓、ハート、マグマ。ママがマグマに落ちる。マグマに直面したビッグマムは、これ式で死ぬと思うなと大爆発。しかしローのサイレントで音が一切しない静かな大爆発です。そう、これは僕が3ヶ月前から考えてきたビッグマムは空島の黄金の鐘と表裏一体説。ただしそれは真逆の表裏一体でした。3ヶ月前の昨年11月にこのように考えました。こちらです。ここで考えたいのはビッグマムです。ビッグマムが磁石になったなら、鬼ヶ島の地下倉庫に眠る大量の武器もビッグマムにくっつくことが予想されます。そんな鉄の塊の爆弾になったビッグマムに黒ずみの怨念、火全棒が着火するのではないでしょうか。その時ビッグマムは大爆発して泣き叫ぶ。それは空島の黄金の鐘と表裏一体になると、空島から響いた鐘の音は美しいものでしたが、鬼ヶ島から響くビッグマム、つまりリンリンの雄たけびは戦いの終わりを告げる断末魔。鬼ヶ島の断末魔、諸行無常の響きあり。鬼ヶ島の戦いの終わりを告げる鐘の音はリンリンでしょうか。黄金の鐘のようにリンリンは最後に阿鼻叫喚、断末魔を叫ぶと考えましたが、まさかローがロシナンテと同じ無音技を繰り出すとは。当たり前ですが、小田先生の発想力ははるかに上。ハートつながりのビッグマムとコラソン、空島で黄金の鐘が空高く鳴り響いて、ルフィが黄金鏡が本当に存在したことを示したなら、逆に鬼ヶ島ではリンリンが地中で音もなく静かに爆発し、ロジャーはビッグマムにワンピースについて教えてくれない。あるかどうかもわからない。真逆の表裏一体が完成しています。4校ビッグマムオツ。ローとキッドが大金星を挙げました。ここで考えたいのは、もしかすると桃太郎の記事役はキッドなのかもしれません。コメント欄、セイディさんからいただきましたが、一時期みんなが考えていたワノ国における童話、桃太郎がキッドで完成したかもしれないという可能性です。桃太郎が桃之助、お供の犬がお犬様こと大口の真神ヤマト、猿がモンキー D ルフィ、そしてキジが直々の実のキッド、直々とキジです。先週1039話のタイトル、大鳥とは大鳥。そして大鳥といえば39話のバギーと大鳥、1039話の大鳥と39話の大鳥。39話のタイトルは、他がために鐘は鳴る。鐘です。黄金の鐘とリンリン。そしてこの1040話ではビッグマムを穴に落としましたが、40話では逆にバギーが大鳥を穴へ落とそうとしていました。さらに1012話の扉絵には鉄の鳥を作るキッドが描かれていました。僕はこちらの動画でキジ役は光月日和だと考えましたが、これらのことからキジ役はキッドなのかもしれません。とにかくビッグマムに勝利したローとキッドですが、ビッグマムはマグマに焼かれて死んだのでしょうか。ビッグマムが死んでしまうと、ナミの相棒になったゼウスも消えてしまいますから、おそらくビッグマムは生きているでしょう。ビッグマムは876話でナミのゼウスを使った雷撃によってできた穴に落ちても、穴の中から地面を突き進んでいました。ちなみに雷撃で大穴が開いた876話の語呂合わせはエネルでしょう。脱線しましたが、ワノ国の地図を見ると、ワノ国の地中にはモグラ港があるので、そこまでビッグマムが地面を進んでいけば、空を飛ぶためのホーミーズがいなくてもビッグマムは生存できそうです。
そしてこの1040話の語呂合わせは先週考えたように、ド忘れが成立しますから、ビッグマムはもしかすると再び記憶喪失になり、ワノ国で生きていくかもしれません。そしてここで振り返りたいのはゾロとライゾーです。ビッグマムが落ちていく中で描かれたゾロは血を流してもはや死体のようです。謎の死神に切られたのでしょうか。謎の死神はブルックを見間違えたわけではありません。ブルックはゾロのすぐ上のコマでロビンと逃げています。ゾロから出た血は死神に切られたものか、そのように見せかけて、おそらくこれは薬の副作用で傷口が開いたと考えられます。ただし死の淵をさまようゾロが見た死神は閻魔の幻影なのかもしれません。いずれにせよおそらく落語の死神がモチーフでしょう。落語の演目死神では、足元に死神がいる人物は助かり、枕元に死神がいる人物は助からないという話なので、ゾロの場合足元に死神がいましたから当然助かっているでしょう。しかしゾロは鬼ヶ島の爆発の衝撃で北へ落ちていきました。となると、これはもしかすると光月ひろりのところにたどり着くのでしょうか。以前考えたように、もしも光月ひよりが治癒の能力者なら、ゾロと合流したひよりがゾロを治癒してひよりから雨の幅切りを渡され、雨の幅切りと閻魔おでんの刀が2本揃ってゾロは二刀流でオロチを倒せそうです。ゾロは殿安の敵は必ず撃つと言っていました。ゾロは約束を必ず守る男です。となると、以前考えたカイドウとオロチ同時撃破の可能性が浮上します。それはこのように考えました。こちらです。ここから9つの影について再度考察できそうです。それはヤマタノオロチに変化した黒ずみオロチの首の影が8つ、大きなカイドウの影が1つ、合わせて9つの影が浮遊する鬼ヶ島から落っこちれば、光月時の歌詞がわかりやすく表現されそうです。このようにカイドウとオロチを同時に倒せれば、光月時の謎の歌9つの影が実現できます。どうなんでしょうか。さらにビッグマム落下シーンではライゾー VS 福六十も描かれています。ここで福六十はライゾーよりも先にギブアップして水と叫んでいます。ライゾーは火に包まれたままですから、おそらくライゾーは1038話の動画で考えたように分身なのではないでしょうか。そして1040話の最後に桃之助とヤマトが再会しています。鬼ヶ島に開いた穴から2人は再会し、会話が可能になりました。そこで桃之助はズニーシャがワノ国に来ていることをヤマトに伝えます。どうやら桃之助はズニーシャと通信ができたようです。そしてヤマトは、おでんの日誌に書いてあったゾウと言うと、桃之助は、さよう、800年前罪を犯したジョイボーイの仲間でござると新たな真実が発覚しました。これが1040話の話数の語呂合わせ8つ目、伝承でしょう。おでんの日誌に伝わる謎の像ズニーシャとは一体何者なのでしょうか。僕は光月おでんが待っていたジョイボーイの再来こそがルフィだと考えています。そしてルフィの能力ゴムゴムの実が覚醒すると、ギアリバースによってゴムは原料である樹脂に戻って、樹脂は琥珀になり、それが熱で溶けて琥珀油に変化して、その油でより強力な爆炎技を使えるようになると考えています。そんな爆炎技を使える能力者はかつて太陽の神ニカと呼ばれたかもしれないと考えてきました。それこそが伝説の悪魔の実、名前が隠蔽されたニカニカの実であり、ズニーシャとの関係性はこのように考えました。こちらです。そして琥珀は200度以上に加熱すると油状の琥珀油に分解されるそうです。琥珀は油になる。そして琥珀のラテン語はエレクトラム。その語源とは古代ギリシャのエレクトロ。そしてエレクトロの意味、それは晴れやかな太陽です。天然ゴムイコール天然樹脂。その天然樹脂の化石が琥珀。その琥珀を加熱すると琥珀油、油になり、琥珀とは古代ギリシャで晴れやかな太陽、人を笑わせ苦悩を解放する太陽の神ニカ。コメント欄ではゴムと油、そして太陽の神ニカが結びつかないという意見もありましたが、語呂合わせから読み解いて繋がってきました。そしてエレクトロは現在では静電気という意味で使われていますが、ワンピースではミンク族が使う電撃技がエレクトロですから、ミンク族、つまりズニーシャと太陽の神ニカやゴムゴムの実が繋がるエピソードが今後登場するかもしれません。800年前ズニーシャとジョイボーイに何があったのか。おそらくズニーシャはあるキャラクターと表裏一体になっており、そこから色々考察できそうですが、しかし長くなってきたのでズニーシャの謎については別の動画で考えましょう。近日中にアップします。続いてはいつものように次号1041話の展開を話数の語呂合わせから考えていきましょう。
1041話の話数の語呂合わせ予想。1つ目は、腎水。腎水というのはどうでしょうか。腎水とは、くたくたに疲れるという意味なので、ロートキッドはもちろん、ゾロも描かれるかもしれません。1041話の話数の語呂合わせ予想。2つ目は、受水。受水というのはどうでしょうか。受水とは水の中に入ることです。これは水を求めていたフクログジが炎を消すために水の中に入るのでしょうか。1041話の話数の語呂合わせ予想。3つ目は0を前につけて陥れる。陥れるというのはどうでしょうか。陥れるとは人を欺くこと、騙して窮地に追いやることです。1038話の動画で考えたように、燃えている雷蔵は分身であり、フクログジを忍術で騙していたことが発覚して雷蔵が勝利するかもしれません。1041話の話数の語呂合わせ予想。4つ目は泥酔。泥酔というのはどうでしょうか。泥酔とは酔っ払いのことですから、カイドウがさらに酔っ払っているのでしょうか。1041話の話数の語呂合わせ予想。5つ目は問う真意。問う真意というのはどうでしょうか。謎のズニーシャについて桃之助がその真意を問いかけるのでしょうか。1041話の話数の語呂合わせ予想。6つ目はジューシー。ジューシーまたは樹脂の人。樹脂の人というのはどうでしょうか。前回の動画で言ったように1041話から1049話の間ならあと9回樹脂やジューシーの語呂合わせが可能です。1041話でルフィが覚醒しそうになったなら、それはおそらくジューシーの人。ちなみに樹脂でできたシャボンが舞う島でルフィたちがたどり着いたのは41番グローブであり、さらに樹脂の人ではなくゴムの人の語呂合わせはゴムの人。561話の扉絵でルフィは逆さまになっています。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。